こんにちは。お元気ですか？今日は7月22日の水曜日ですね。もうそろそろ8月が見えてくるくらいになりましたけど、最近やっと夏になったななんて思ってたところだったんですけども、あっという間に夏ど真ん中になってしまいました。いつの間に梅雨が終わったんだろうっていう感じ。終わったのかなまあわかんないですけど、もう本当真夏、ただ気温的にはね、真夏っていうとやっぱ37度以上っていうイメージがあるので、まだそこまでではないのかなってなると、もう一段階暑くなっちゃうのかなって思うと、やっぱ暑さはちょっと体に応えますよね。もう最近ここ近年ではエアコンクーラーがないと体調を壊しちゃう、クーラーがないと普通に生きてらんないっていうレベルで暑いですよね。そういえばちょっと前に最近うちの近所でね、救急車がピーポーピーポー鳴ってるなと思って、こう外を見てみたら、なんか多分ね、道端で倒れてる、ご高齢っていうか、ちらっと見えただけなんですけど、70代60代後半、70代わかんないけど、それくらいのご高齢の男性の方が倒れてたみたいで、それでなんかその近所のおばさま方がわちゃわちゃやってて、救急車を呼んだっぽかったんですよね。あ、そうか、暑さで倒れちゃったんだろうななんて思いました。その日はね、まだこの夏の走りというかね、それくらいだったので、多分気温的には32度とかね、それくらいだったんじゃないかなって思うんですけれども、真夏の37度超えとかも、もう暑さ大変ですけれども、結構こう熱中症とかなりやすいのって、夏になり始めとかね、まだ体が暑さに慣れてない頃とかにね、結構熱中症とか増えるって言ったりしますよね。だからちょうどその頃にまだ体自体が慣れてなくて、暑さでパタッとなっちゃったのかなっていうふうに思ったりしますね。あとよくご高齢の方とかだとね、この体温調節とかが若い人に比べてちょっと鈍くなってくるのと、あと暑いなとか、こう喉乾いたなとか、そう感じる感覚的なものもちょっと鈍ってしまうとかね、そういうのもあると思うので、だからこう若い頃のこれくらいの体の感覚だったら平気だったとかね、そういうのではなくて、辛いなきついなって思う手前ぐらいで、例えばちょっと休んだり、エアコンしっかりかけたり、水分をちゃんとこまめに補給したりっていうのはきっとやるべきなんだろうなっていうふうに思ったりしますね。本当暑いのはうざいですよね。なんか私もね、完全在宅ワーカーなので、もう一切外に出ることってないんですけれども、スーパーとか行くくらいしかね。ただそれでも家にいても熱中症になることはあるってよく言うじゃないですか。だから自分ではね、これくらいの暑さだったらまだエアコン大丈夫かななんて思ってても、結構この次の日になって体めっちゃだるーみたいな、なんか今日ダメだ、全然体力的になんかっていう日とかあったりとかして、もしかしたらこう熱中症っていうレベルではなくとも、ちょっと軽くやっぱり、軽い熱中症かな、ダメージを受けるとかね、そういうのもあったのかなと思って、だからもうちょっと暑いなって思ったら結構すぐエアコンかけるぐらいの感じでいいのかもなって思ったりしましたね。ただね、こう夏になり始めとかだったら、ある程度自分の体を暑さに慣らすっていう意味も込めて、そこそこちょっと体に暑さを感じさせようみたいな気持ちもあったりはするんですけどね。そうそう。
もともとね、私は結構若い頃、自分は結構暑さに強いっていう自負もあったもんですから、こう真夏にね外で運動したりとか外で仕事をして、常にいつも外で汗だらだらかいて結構活動してたこともあったので、結構一般の人よりは暑さに強いかなっていう自負はあったんですけども、ただね、その後普通に会社員したりとかして、普通にね冷房の効いたオフィスでカーディガンを羽織りながら仕事をねしたりとかしてたので、そういう意味ではこその過去に体が元気だったからとかいう記憶をねちょっと過信せずに、今の私は逆に一年中引きこもってる、逆にこう体弱い人なんだぐらいのね認識で行った方がいいかなと思ったりはしました。ただね、私冷房の設定温度はかなり低いと、低いか、高い、いや高いか高いと思います。だから多分もしこう一緒の部屋に他の人がいたりとかしたら、暑いからもうちょっとエアコン温度下げてよって言われるくらいの感じだと思います。エアコンの性能とかね、あとは部屋の広さとかにもね、同じ温度でも実際の体感とかね、その気温は違うとは思うんですけれども、私のエアコンの設定温度は最近までは30度で、昨日ぐらいから29度に変えたりとか、あと場合によってはまた30度に戻したりとかくらいにしてる感じです。だからなんだろう、多分ね、一般的に他の人はね26度ぐらいの人が多いんじゃないかなと思うんですけども、あと男性とかだとね人によっては18度とか19度とかキンキンに冷やしてる人とかいますよね。いやふざけんなっていう感じですけども寒いわみたいなそうそう、だからね、よくねこうニュースとかそういうのとかでもね、あんまり冷やしすぎないぐらいの温度で、26度ぐらいがいいですみたいななんかで見たことがあるんですけども、ただ26度とかでもね、人によってはもっと下げたいって人もいれば、女性とかだったらね結構26度だとちょっと寒いかなっていう感じる人とかもいるかもしれないですね。そうそう、だからね、私は今ぐらいだったら29とか30でいいんですけども、もうちょっと夏の暑さが進んだら、もしかしたらもうちょっとね気温を28度とかにするかもしれないですけども、でもね多分27度くらいかな、せいぜい下げたとしても。で全然私的には大丈夫だと思います。特にね無理してるわけじゃなくって、私は結構それくらいがちょうどいいというふうに自分も感じるので、やっぱりね冷やしすぎちゃうと、エアコンのとこにずっといると、やっぱなんかこう体がねこう倦怠感みたいの、エアコン冷やしすぎたことによるなんか変な疲れみたいのもあるじゃないですか。そういうのが来るのともあるので、私は私で心地よい設定温度が29とか30ぐらい、今現在っていう感じでございます。ただね、もしかしたら同じ29とか30とかでも室外機があるじゃないですか。その室外機がすごい頑張って30度に冷やしてるのか、室外機が結構余裕で30度に冷やしてるのかによって、同じ30度設定でもちょっと違う気がするんですよね。っていうのもうちの室外機午前中とかはね結構直射日光が当たるところに置いてあるんですよね。だから室外機自体もものすごく暑くなって、もうなんかかわいそうな感じなんですよ。だから室外機もなんか超頑張って、自分は暑いところに置かれてるのにこの部屋の中を涼しくするみたいな感じにしてるので、結構負担が大きいかと思うんですね。で昔はねその室外機の上のカバーみたいな、この日陰になるようなカバーを置いたりとかしてみたんですけれども、
それが風で飛んじゃったりとかね、いろいろあって、去年からはね、濡れタオルを置くっていうね方法に変えました。なんかこうバケツに水を張って、そこにタオルをつけて、そのタオルをこうそのままバケツからこう垂らして、そのエアコンの上の部分にその濡れタオルを敷いとくっていう方式なんですけども、これね昔 X で見て、この方法がエアコン、この室外機で冷やすというかね、余計な負荷をかけずに済みますよみたいな感じで、そういうのを見て去年からやるようになったんですけども、その X の記事だとね、1枚のちょっと長めのタオルをこうベロみたいにベローンとこうバケツから出してたんですけども、私が持ってるタオルが普通サイズのフェイスタオルだったので、ちょっとベローンと出すと長さが足りなかったので、こう2枚、1枚は下にこう敷く用で、1枚はこのバケツから水を吸っていって、その水をそのまま下にこうつなげるように敷くっていう方式にしたんですけれども、もちろんね、もういらなくなった雑巾にしようかなって思ってたタオルですね。でそれをするとね、やっぱちょっとエアコンの室外機がこうなんか楽に回ってるっていう感じはしますね。でやっぱり例えば同じ29度とかに設定してて、この朝こうそのタオルとかしてなかった状態でこうエアコンがウィーンって回ってる時と、そうだちょっと濡れタオルかぶせてあげなきゃと思って、このバケツに水汲んできて、この濡れタオルを敷いてあげると、その後ね何分かするとエアコンがねちょっとこの動作音とかね、なんか雰囲気的にちょっと楽に回り始めた感じはありますね。あと設定温度変えてないのに、同じ29度なのにちょっと部屋の中がさっきよりも少し涼しくなったように感じて、やっぱりねそれするだけでもしかしたらエアコンさんもちょっと楽になるし、同じ温度でもちょっとこう部屋の中が涼しくなるっていうのはあるかもしれないですね。だからね、このエアコンさんを大事にしてあげるっていうのと同時に、多分省エネにもなってるっていう風に考えられますよね。なので今年もねこの方法でちょっとエアコンさんをいたわりながらね過ごしていこうかなっていう風に思ってます。やっぱりね一番恐れているのはね、夏の間にエアコンが壊れるっていうのがね一番こう恐れている事態なので、もう壊れるんだったら秋とかにしてくれみたいな。せめて冬とかの方がまだいいですね。冬もエアコンで暖を取ってますけれども、冬だったらまだねこうちょっと湯たんぽとかね、こうすごいギチギチにこう厚着するとかね、そういうのである程度はどうにかなると思うんですけれども、夏こうエアコンさんに壊れられてしまったら、扇風機とアイスノンとか保冷剤とかねそれくらいでも限界があるので、もう近くのホテルに泊まるとかね、そういうのしかなくなると思うんですよね。だからね、せめてこの夏を越えるまではエアコンさんにはね元気にこう動いてほしいなって思います。私の住んでる賃貸物件もね、もう何年なんだろう、18年とか17年とかかな、築なので、エアコンさんもねそれくらい経ってると思うんですよね。だからこのエアコンさんももう17年ぐらい使ってるやつだと思うので、でも意外とこの電化製品って長持ちしますよね。だけどこの住んでる人間としてはそろそろ買い替えはしてほしいなっていう気持ちはあるんですよね。まだ全然こう性能的には動いてるんですけども、たまにこの室外機がね
のこのこのぐるぐる回ってるあれがたまにカラ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 って変な音とかすると、あ、やべえみたいな、ちょっと大丈夫みたいな、一回ねエアコン止めたりとかして、またちょっと置いてまたスイッチオンしたりとかするんですけれども、若干こう経年劣化はしてきてたりとかするのかなとか、あとお掃除するとかそういうのもあるんですけど、室外機の掃除ってなかなか素人にはねちょっと手が出ないみたいなところありますよね。そうそうね。なので、ただね、この家のこの賃貸のオーナーさんからすると極力壊れるまで使ってほしいとかね、そういうのはあるでしょうね。そうそうね。ちなみにね、私今住んでるところの前、引っ越してくる前、東京に住んでた時は一回真夏にエアコン壊れたことがあって、結構大変でしたね。その時は会社員だったんですけれども、だから普通に出勤するわけですけども、エアコンが壊れちゃってて扇風機で過ごしてたから、しかもエアコンを直しに来る人がねすぐ来れるわけじゃないんですよ。やっぱりね、壊れてから新しいエアコン設置するまで多分ね1週間ちょっとぐらいはかかったと思うんですよね。だからその間は汗だくですよよく熱中症にならなかったなと思いますけど、半分なってたのかな。結構困ったのが朝出勤する前の化粧ですね。もう朝から暑いから汗がこう顔にも汗が流れちゃうわけですよ。こうメイクする時に顔に汗が流れてる状態でメイクってちょっとね無理なんですよね。だからその時はね、メイク道具一式をバッグに入れてすっぴんで家を出て、会社の手前の商業施設、会社のすぐ近くに商業施設があって、いつもその中を通過して会社に行ってたんですけれども、その商業施設にあるトイレでメイクをしてそれで会社に行ってました。大変でしたそうやって外でメイクをしていかなきゃっていうのも大変だったし、こうもう夜寝る時も家に帰ってからもこの熱帯夜を扇風機一つで過ごすっていうのも大変でしたね。でその時はね、もしかしたら少し暑さに体が慣れてたからどうにかなったっていうのもあるかもしれないですね。っていうのもエアコンが壊れたタイミングっていうのがちょうどお盆休みだったんですよね。で、私そのお盆休みの10日間ぐらいでちょっと海外旅行のタイに行ってきたんですね。タイランドですね。で、タイも普通に37度ぐらい暑くて、だから結構すごい暑い中、結構ねタイに行ってる間ずっとスポーツしてたんですよね。運動してたんですよね。しかも屋外でなので暑さに逆に結構慣れて帰ってきたっていうのはあるのかもしれないですね。で帰国して確か1日休みがあって、ちょっと1日余裕を持って帰ってきたんですよ。帰ってきて、そうだったっけ、帰国した朝お家に着いてだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、1日ぐらい出勤するまでまだ休みに余裕があって、で疲れたと思って飛行機乗って暑いタイランドから暑い日本に帰ってきて、やっと休めると思って、今日一日休んでしっかり回復して明日から仕事頑張ろうと思ってたら、家に帰ってきたらエアコン壊れてて、エアコンつかねえみたいな、勘弁してくれよみたいな、くったくたなんだよみたいな。だから一日こうエアコン効いた部屋で昼寝して体の疲れを取って会社に行こうと思ってたのにみたいな。それがもうね、汗だくでベッドの上で寝て扇風機かけて管理会社に電話して、すぐには電気屋さん来れません、お盆休みなんでとかなんか言っててお盆休みもう最後だったんですぐ終わって、来てもらってチェックしてもらって、なんやかんやでも取り替えるしかないってことになって、取り替え
するにもその人が来てくれたりとかするのにも1週間ぐらいまた先になってみたいな感じであの時は大変だったなと思いましたね。そうそう。あの時ももう40代ぐらいにはなってたかな。何年前だろう。あれは2019年か。2019年だから、もう40歳になってますね。そうそう。だから42歳とかかな。うん。まあいいや。その頃より今の体力の方がさらに落ちてるんで引きこもり生活っていうのもあってね。そうそう。だからあの時は暑さに耐えられたけど、今はね、こう家で仕事してるだけで熱中症になってしまうぐらいか弱くなってるので気をつけなきゃなーなんて思ったりしましたね。そうそう。そんな感じでね、夏はねエアコン代がすごくかかるし、あとエアコンちゃんをこんなに頑張らせてもいいんだろうか、エアコンちゃん大丈夫みたいなね、そういう気持ちもあるんですけれども、やっぱりねこうある程度健康っていうことを考えると、今の暑さ、日本の暑さと湿気は危ないので、ちゃんとね無理はせずに心地いいぐらいのね気温でこう過ごしていかなきゃいけないなとは思いますね。あとはね、首にちょっと冷たいやつを巻いたりとかしてね、こう大きい血管が皮膚の近くに通ってる部分を冷やすっていうことですね。そうやってこう体感温度を下げたりとかするのも大事だと思うし、あとはこう家にいる時でも、あれ結構暑かったかなとか、ちょっと体の中に熱がこもっちゃって暑くて辛いなとか、そういう感じになっちゃった時とか、あとは一回外に出かけて帰ってきたら家でねエアコンかけて冷やしても全然この暑い暑いっていうのが取れないっていう場合はね、この表面じゃなくて中の熱がこもっちゃってて、外側の空気を冷やしても全然その中にこもった熱が取れないっていうこともあると思うので、そういう時はねやっぱりシャワーを浴びて一回水で冷やした方がいいと思いますね。結構これ大事だなと思ってるんですけれども、外をいくらガンガンに冷やしても中の溜まった熱が取れないっていうのはあるので、やっぱり空気よりもね水の方が熱伝導率が高いので、体の奥まできっちり冷やしてくれるっていうのはあるんですよね。だからエアコンをガンガンに冷やすよりも一回シャワーとかで軽くこう水を浴びて、そうすると体楽になると思うんですよね。こうわーってなってた熱中症っぽい感じが。で楽になったらエアコンの部屋に戻ると、そんなにガンガンに冷やさなくてももう一回体の内側の熱が取れてるので楽になるので、そうそう。だから一回ちょっと暑くなっちゃった、熱こもっちゃってっていう感じになっちゃったなってなったらシャワーを浴びるといいと思います。すごい冷たい水をいきなり浴びるんじゃなくて、ぬるま湯ぐらいからシャワーしてとかでも全然いいと思うし、あとはねお家に手桶とかがあるんだったらお水いっぱい使うのもったいないからね、手桶にこうお水溜めて体にかけ湯みたいな感じでね、何杯かザバーンザバーンっていう風に体にお水かけると効率よくね体が冷えるので、そうやってね熱中症対策とかはね気をつけていきたいですねっていう感じですね。あとはこまめに水分を取るという感じでね。そうそう。もう喉が渇いたっていう感じるタイミングは体が水分不足になっている時だったりとかするので、喉が渇いたっていうよりも、家にいる時とかはね常にお飲み物とか近くに置いてあって、ちょこちょこ飲むっていう感じですね。でもちろん外に出かける時も、水筒とか持ってってると思いますけども、そういうので喉が渇いたってなる前にちょこちょこ一口二口飲むみたいのをするといいかなって思いますね。あとねこの時期やっぱビールとかが美味しいんでね、こう喉カラッカラに乾かしてビールをぐわーって飲むっていうのも
いいと思うんですけども、ビールを飲むときはね、必ず普通のお水とかね、麦茶とかね、そういう別途水分を、一緒に補給するようにしないとね、逆に脱水症状になってしまいますので、それはお気をつけあれというかね、どうしても汗かいた後の最初の一杯はビールで行きたいっていう方は100歩譲って、最初の一杯はビールをグビグビグビって飲んで、その後にすぐ水を同じ量ぐらいグビグビグビって飲んでくださいっていう感じですね。結局ビールとかだとね、お酒とかだとね、利尿作用があるのと同時に、そのアルコールを分解するのに結局水を使ってしまうっていう感じで、逆に脱水症状になる感じになるので、必ずお水とかもね、一緒に取らないと危ないよっていう感じですよね。そんな感じですね。なんか今回は暑いし熱中症お気をつけあれみたいなね、内容になってしまいましたなんか他にここ最近で言いたかったこととか思ったことあったかな。なんかあったような気がしたけど、喋ってるうちに忘れちゃったかもそんな感じで、それではまた。